君もあなたもお前も退職だと。重なりすぎだろう。相談しやがったな。もうすぐ繁忙期。このままではうちの部署は仕事に忙殺されて崩壊してしまう。いや大丈夫、さすがにこの会社も何とかしてくれるはず。早急に迅速に人の確保を。あ、やべ、尺余った。チャンネル理解。応援は出せない。現状の戦力で対処せよ。辞表スタンバイ。はい、皆さん、コンタコスタルタコスでございます。少しリアルが忙しくてね、なかなか動画上げれず申し訳ありません。週に1回ね、土曜日にやってる配信は続けていくのでご勘弁を。そんなね、タコスの配信ですが、最近多数の視聴者の方が来てくれて、めちゃめちゃ嬉しいです。現在のね、配信内容はタコスが1回も死なない冒険。この企画ですね。マルチなので、ちょっと難易度低いかなと思って、一度ね、ボスを全部倒して、夜にシーカーとか、フューリングとかが湧くワールドで一からプレイして、一度も死なない。こんなルールでね、やってます。今のところは、長老を討伐した後、沼地突入段階ぐらいですかね。さすがはタコス、一度も死なずにね、ここまで来れたのはさすがにクロート、かっこ笑い。というほかはないですね。ブロックコンボ失敗しまくってるんですけど。これだ。ちょっと待って。さて、配信のね、宣伝も終わったところで、今回はタコス24時間サーバーワールド紹介やっていきましょう。現在ね、24時間サーバー2期目に突入してるんですけど、そういえばね、1期目紹介してなかったなと思って、かなり長いと思うので、何回かに分けての動画になると思うんですけど、それではね、神建築の数々をご覧いただきましょうか。ところで、バルヘイムね、コンソール向けのアップデート、いわゆる調整アップデート来てるんですけど、ちょっとバグが多いですね。今回ちょっとパッチ当てた段階で撮影してるんですけど、まずこの右上のバイオーム、もう文字化けして何が何かわからんっていう感じですね。あとはですね、タコス以外にもこのバグなってる方いたんですけど、まずね、右下のチャット欄。これね、例えば、今これ発言するとログ残るんですけど、タコスですね、なぜかパッチ当てた段階では、このね、ログが残らないっていうバグが起こったんですよね。で、モッドをオフにしたら、治ったんですけど、もしかしたら入れるモッドによっては、この右下のチャット欄がちょっと使いにくくなるんじゃないかなっていう憶測ですけど、そういうバグもありますね。で、これね、フォントを変更した結果かどうかわかんないんですけど、これね、フロートって今書いてあります。これ普通に標識に文字を書いてるんですけど、HTML タグっていうのを使ってね、カラーとサイズを指定してやれば、文字のね、サイズと、そして色、これをね、指定して標識に書くことができるんですけど、前まではね、こんな常に浮き上がらなかったんですよ。普通にカーソルを合わせたら、文字がね、浮かんでたんですけど、今回のね、アップデートでなんでか知らないですけど、浮き出るようになりましたね。これでね、なんか適当に文字作って遊んでみても面白いと思うんですけど、今回はね、ちょっとバグかどうかわかんないんで、一応軽く紹介だけしとこうかなと思います。さて、それではね、気を取り直して紹介していきましょうか。
このねタコスの拠点に関しては一番最初にね作った拠点っていうのもあってみんなね結構いろんな建築物を建ててくれてます。これ1個だけでね結構紹介するのも時間かかるんであれなんですけど、ちょっとざーっと紹介していきますね。ここが、みんながね寝泊まりするところですね。ベッドがもう敷き詰めてあって雑魚寝状態なんですけど、これね驚くべきことにこのベッドの数々ほとんどですね参加者の方です。結構ね皆さん参加してくれてまして、ほとんどねベッドに空きがないんですよ。で一応2階建てで作ったんですけど、2階もですねあんまり空きがない状況ですね。このねベッドの数を見る限り多くの方がねこのタコスサーバー遊びに来てもらって、非常にね感謝しております。でこの寝床ですね、一応タコスがね作りました。一番最初は箱だったんですよ。なので箱でいいじゃないのってつけたんですけど、そこからねこのクソみたいな箱で寝るのは嫌だっていうことでみんなねものすごく手直しをしてくれて、こんな感じのね寝床になりました。タコスはですね前から言ってますが、基本的に建築スキルゼロなので箱しか作ることができません。なのでねみんなが頑張って手直ししてくれたそんな感じのね拠点になってます。あと面白い要素としてはここにねモテモテバルヘイマーの秘訣が書いてあります。その1、門の床は屋根か隙間板。その2、上質な木を青銅なしで取る。その3、チェストに文字を書く。その4、鹿は燃やすもの。その5、船は壊して持ち運び。その6、鎖骨を使わずに銀を掘る。こんな感じですね。これをね実践することによってもってもてのバルヘイマーになるので、皆さんねこれぜひ実践してみてください。あとこの辺が炊事場ですね。食事とか置いてありますね。でここがですね装備関連、作業台とそして火事場で、霧の地で追加されたクロノロとガルドルのテーブル、それもねここに置いてあります。石の床の中にねこういうのを埋めておくと、結構場所取らないんでおすすめですね。であとはよく使うもの、木とか石とか樹脂は外に設置して、でここに地図共有台を置いて案内板で、いろんなことをね共有してましたね。いついつにヨットレースやるよとか、そういう感じで告知してた感じです。さて次作戦室ですね。こんな感じです。どうですか？結構素敵だと思いません？タコスはねどうやって作ったか全然わかんないんですけど、建築勢じゃないので、チームタコスのクロート職人にかかればこんな感じの模様とかで、こんな感じの素敵なテーブルとか作ることが可能ですね。作り方知りたい方はねちょっと聞いとくんで、よかったらコメントください。はい。でこの黒い建物の中、これがですね鶏の繁殖小屋です。ちょっとね重たくなるんで今餌あげてないんですけど、どんな感じかっていうと、こんな感じですね。鉄の柵に閉じ込めて、あとはねこの辺に適当に餌与えておけば、勝手に卵を産むよっていうシステムですね。で下に落ちてきた卵、こっから下に落ちてきた卵を回収、そんな感じでね作ってます。でここにですねエイトル生成器を置いて、であとは狼小屋とか畑、そんな感じですね。であと紹介しておくべきはこのタコスステージですかね。タコスってでっかく書いてあるんですけど、これ木の棒とガラス、そしてね、鉄の柵とか使うとこんな感じでねガラスを貼ることができます。それでこんな文字を作れますね。でこのタコスって書いてあるね文字の前、これステージなんですけど、この赤色の絨毯、ここを踏むと落ちます。トラップになってますね。でこのポータルに入るといきなりね平地に飛ばされる、そんな感じのね初心者にとってはみたいなトラップになってますね。でしっかりと帰り道も用意されてて、この横抜けるとポータルあるんで、
ここに入れば別の拠点につながってる。まあそんな感じですね。はい、以上がねざーっと紹介しましたが、まあタコスのね拠点紹介になります。まあここからですねみんな冒険してたのでポータルめちゃめちゃあるんですけど、まあどこにねどうつながってるか全然把握できてないですね。まあみんながね集まってワイワイガヤガヤできる場所、それがねこのタコスの拠点ですかね。はい、次はねこの拠点紹介していきましょう。これはですねうちのリスナーのグリじいちゃんが作った拠点ですね。まあタコスのね拠点の近くにあるんですけど、まあこの黒い門を抜けると中はですね普通に石切り台とか火事場とか置いてある、まあ広い目の空間なんですけど、驚くべきはこのポータルを抜けた先ですね。映える内装を目指すということで、ここにね行くとですね素晴らしい建築物が待ってます。じゃーん。どうでしょうか。もうポータルをね抜けたところから考えられてるような作りになってますね。一見一番最初の拠点が本拠地かと思いきや、こちらが本拠地ですね。いや素晴らしい。それではねちょっと全体図見ていきましょうか。まあちょっとね拠点紹介の邪魔なのでタコスは一旦消えておきますね。はい、以上が全体図ですね。いや平地に建てた素晴らしい拠点ですね。タコスの拠点よりでかいですね。いや素晴らしいですが、皆さん素晴らしいのは外装だけじゃございません。そうです、このポータルをくぐるときにあった文字、入る内装を目指す。内装はですねもっと素晴らしいものになってます。それではねゆっくりと内装をね見ていきましょうか。はい、皆さんいかがでしょうか。いや素晴らしい内装ですね。
ここまで作り込まれた内装を見るのはタコスは初めてかもしれません。相当時間がかかっただろうな。ちょっとね、タコスのね、カメラワークがおそらく下手くそであまり魅力が伝わってないかもしれないんですけど、まあそれでもね、素晴らしい建築というのは伝わるかなと思います。で、この素晴らしい食堂を抜けた先、地下があって、この地下を降りるとバーになってます。いや、おしゃれな作りですね。まあ、タコスね、お酒飲めないんでバーとかあんま行ったことないんですけど、まあこんな感じなのかな。結構ね、おしゃれな作りですね。で、次は2階ですね。2階は客室、そして3階がね、自分の部屋になってる、そんな拠点ですね。2階が部屋ですね。作りはこんな感じ。3部屋置いてありますね。いや、眺めがまたこれいいですね。で、3階が自室。こんな感じのね、拠点になってます。あとはですね、横にこのロックスの繁殖場。そしてここがポータル小屋ですね。石の作りになってます。で、ポータルの入り口付近に素材が置いてあって、あとはね、この入り組んだオブジェが作ってあります。これどうやって作ったんですかね。ほんと建築勢の脳みそはよくわからんな。はい、以上がですね、グリジーちゃんが作った拠点紹介になります。いやー、ちょっとね、駆け足で最後の方は説明しちゃったんですけど、この拠点の内装たるや、本当に素晴らしいですね。ぜひね、皆さんも参考にしてもらって、自分独自のおしゃれな建物、そしておしゃれな内装、作ってみてください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、タコス24時間サーバーの拠点紹介ということで紹介してみました。まあ、タコスがですね、建築勢じゃないので、あまり解説等はざっくりとしかできなかったんですけど、まあ、なんとなく雰囲気は伝わったかなと思います。まあ、本当はですね、あまたの数拠点がありまして、まあ、あれクラスの拠点がね、10個ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらいのワールドになってるんですけど、まあ、全部ね、紹介するとちょっと尺がものすごく長くなってしまうので、今回はこの2つ紹介したところで一旦終わろうかなと思います。まだまだね、素晴らしい拠点山ほどあるので、次回のね、拠点紹介も楽しみにしておいてください。それでは次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。